レイバー、それは作業用に開発されたロボットの総称である。建設土木の分野に広く普及したが、レイバーによる犯罪も急増。警視庁は特化車両2課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。通称パトレイバーの誕生である。誰だよ。鬼だ。鬼が出た。首都環状20号線の道路工事が何者かによって妨害されている。篠原、泉、山崎以上3名は本日これより現地に向かい、諸君ら自身の目と耳で事件の調査解決に当たってほしい。どうして私たち3人だけなんですか？まあ深い意味はない。回り回ってここに持ち込まれた事件だが、無視するわけにもいかんし、かといってここを留守にするわけにもいかんからな。隊長、地元の警察だけじゃダメなんですか？何もうちが出なくても。篠原、まあそう言わんと言ってこいや。事件の詳細については先方で聞いてくれ。以上だ。泉、山崎、篠原各巡査、ただいまより出動します。はい、頑張ってね。東さん、頑張るな。背中が泣いてるぜ。凛々しいですね。新入りは気楽でええね。現実を直視せよ。は？爆弾抱えた第二小隊の面目保つには、辛いと分かっちゃいても自ら出動せにゃならんこともあんのよ。爆弾？あ、太田さん。ひろみちゃん、なんだか元気ないね。どうしたの？ちょっと気になってるんですが。何が？僕たちがこれから行くとこ、鬼振村って言ってましたよね。うん。木の里に古人と会わんとて、歌読む鬼こそ哀れなりけれ。鬼振村に古くからある伝説にまつわる歌です。伝説？大昔、
ようやくその辺りに人が住み始めたばかりの頃、恐ろしい鬼たちが山から降りてきては散々乱暴を働いたんだそうです。ところがある時、鬼たちが村に降りてくると、自分たちが傷つけた動物たちを一生懸命手当てしている娘がいました。村長の娘だったそうです。鬼たちはそのうちに優しいその娘が好きになってしまいました。ところがしばらくして、もともと体の弱かったその娘は流行り病で死んでしまったのです。死ぬことを知らない鬼たちはそれっきり乱暴をやめ、毎年暮れに山から降りて娘の墓までやってきては娘を偲んで歌を詠んだそうです。まるで鬼たちの歌に応えるかのように、娘の墓のあった場所には見事な欅の木が茂り、いつしか村の人々は大晦日には家の外に出ず、木枯らしの音を鬼たちの歌と思って静かに耳を傾けるようになったということです。悲しい話だね。いやー、ひろみちゃんがいっぱい喋るんでびっくりしちまった。民話と伝説が好きですから。もしかしたら今の話、今回の事件に関係があるかもしれんぞ。考えてもみろ。隊長が俺たちに事件を自分たちの目と耳で調査解決してこいと言ったろう。ひょっとしたら隊長自身、今回の事件の内容に疑問を感じてるんじゃないか。どういうことです？例えば鬼のたたりとか。やめてよね。ないとは言えんぞ。うわあ、ひろみちゃん、ハンドル何よこれ。多すぎますね。だからもう言わんこっちゃないんだよ。もっとよく調査した上で路線決定すりゃいいもの。実地見分もろくにせず、机上の問答だけで工事開始にゴーサインなど出すから、もうそれでなくとも十分な日程もらえなかったのに、もうたまりません。もう本当にもう参っとるですよ。うちには妻と3人の子供が腹すかして待ってるんです。早く期日までに終わらせないと。だけど使える機械はもう1台だって残っちゃいます。となると道路工事に反対する者の仕業か。これだけのことするにはレイバーが必要よね。実はどうも妙なんですよね。というと、最初にこの変な事件が起こった時、うちの連中大騒ぎしたんですよ。その時近くで野良仕事してたばあさんが手を休めて我々の騒ぎを畑から見ておったんですわ。そこでうちのもんが誰か不審なものを見かけたかどうか聞いてみたら、あんたおらな、あもみでね。チューンですわ、これが。いやいや、それだけじゃないんです。つまりそのたたりってそれってまさか欅の木の鬼の。あれ、よくご存知ですね。ほれ、あそこ。おお、すごい。見事な欅でしょう。樹齢1000年は下らないらしいんですよね。つまりご神木とはいえ、こいつには神ならぬ山鬼がこもっとるっちゅうわけですわ。なんでもこの村じゃおもごり様っちゅうて昔から崇めてるご神木なんだそうです。何年か前、ここの村長と神主が取り殺されたっちゅうことで週刊誌のネタにまでなっちまったそうで、最近じゃ風の強い晩に見回りの駐在さんが鬼を見たとか。結局駐在さんは国へ帰っちまったということですがね。そんな言われのある木がこの首都環状線の予定地にでーんと立ちはだかってるんですわ。ああ、もうニッチもサッチもいかん。まさか今度の事件が起こったのはこの木を取り除こうとした時から？そうなんです。どうしたの、ひろみちゃん。いえ、別に。私はどうすりゃいいんだ。作業員は気味悪がってこの木に手をつけようとしないし、新しい機材も追って到着するはずだから、なんとか明日までには工事を再開したいんです。
このままの状態で冬になだれ込んだら正月は田舎へ帰れなくなっちゃう。よし、ここを避けて道を作りましょうよ。んなことできりゃやってますってば。だよね。ねえ、そうするとこのご神木はどうなるんですか？まあね、これだけ大きけりゃ移植も大変だし、なんせレーバー使うにもこの低たらくじゃ。とにかくお願いしますよね。頼みはおたくらだけなんですから。じゃあこれから調査しますから、現場はそのままにしておいてください。誰も動かしゃしませんよ。山鬼さんでもなけりゃね。ひろみちゃん。泉さん、怖くないんですか？またひろみちゃんたら。まあ普通ならばレイバーの仕業と考える方が。たたりじゃたたりじゃたたりじゃよおもりさうつけ者めが。オーライオーライ、ひろみちゃん、もうちょい。オッケーオッケー。おっ、レイバーの足跡じゃないかこれ。土木産業用とは違うタイプのものだ。本当だ。あのボディについている傷だってレイバーがつけた爪痕かもしれないだろ確かに。うな。これはレイバーを使って人為的にやったんだって。だとすると、これって1台だけじゃないですよね。それさ、一体誰がやったんだろう。工事を妨害するにしてはやり方が直接的だね。被害区域もこの村の中だけだし。やっぱりあのご神木を切らせないためにってことかな。となると誰かがたたりと見せかけてやったのか、それとも本当のたたりを恐れてやったのか。やっぱりアスマさんだって本当は。おお、すげえ、イタリア製ガンバルギーニだぜ。趣味悪い。やっぱりイタリア製はすごい。パワーとスピードにかけちゃピカイチだねよ。いやご苦労さんですな。捜査の方は順調ですかな。は、わしゃこの道路に土地を譲ったものでな、売った以上工事の進み具合が気になりますわい。はじゃああのご神木のあるところもおじいちゃんが？いやいや、あの辺は残念ながらわしのもんじゃない。よいか、あの木にだけは手をつけてはならん。あれにはの大昔から山鬼の魂が住んでおるのじゃ。そこでじゃ、わしが直接出しゃばるわけにもいかんので、お主ら講談にちと掛け合ってくれんか。あの木を避けて道路の予定地をもうちっと南にずらしてくれじゃ。わしがいいねで土地を用意してやると。どうじゃ。あ、我々は妨害事件の捜査に来ただけですから、そういう交渉は。残念じゃの。おもごり様の怒りを買ってからでは手遅れなんじゃぞ。邪魔したの。何なんですかね。何なんでしょうね。おう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 、よもやこの地下山桜を見忘れたとは言わせねえぜ。おいつや、お前さんお茶入りました。サンキュー。悪いことはできねえもんだ。泉さんはアルフォンスの点検。越後屋。ねえ、アスマさん、やっぱりたたりを恐れての仕業でしょうか。わからん。ただ一つはっきりしていることは、たたりであれ誰かの仕業であれ、俺たちの手で解決せにはならんつうことさ。おれ？うん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 。
かな。あれ？誰だ？待って！ノアどうした？何かが襲ってきてあっちに逃げた。ヒロミ！あれあれ。見失っちゃったよ。何か見えたのかノア？赤外線センサーで見たんだけど、あれは確かにレイバーの熱分布だよ。そっちがその気ならこっちから行動を起こしてやるか。一体何が始まるんだ？東京のレイバー隊が欅の草切るんだと。それじゃこれからうちのレイバーをそちらへ運びますから現場で待機してください。さて行くか。アスマさん、誘いに乗ってきますかね。わからん。ん？あれはそこのレイバー、道を開けなさい。まだ来いんのか。これ以上罰当たりなことをすると死人が出るぞ。こっから先に通すわけにはいかん。おとなしく村から出てけ。ノア準備しろ。ヒロミちゃんよろしく。ああ、あのね、おとなしくするのはそっちでしょうが。おっとでっけ。G 2対1だ、行くぞ。ここで無茶するな。今さら後に引き換え。今度日本の田んぼは狭いからよ。このレイバーは小回りが利くように作ってあんだぜ。あ、後ろだ。わしらは無益な争いの子供は頼むから帰ってくれや。おお、さすがイタリア製。足回りのセッティングは最高だな。感心してる場合じゃないって。あっちはやばい。地面が柔らかくて思うように動けないよ。ああ、どうしよう。おとなしく帰るか、それとも。二度と足腰立たねえようにしてやっか。そうですよね。なら容赦しねえぞ。怒ったぞ。なめんなよ。お願いだからもうやめて。こやつらにおもごり様を切らせるわけにはいかねえ。もう乱暴なことはやめて。罰が当たるのはおじいちゃんたちの方よ。どうも。どうしてもやるなら私を倒してからにしてちょうだい。ちょっと待って。特殊二課第二小隊の名にかけてそんなことはさせない。特殊二課第二小隊？どうしたんじゃ。ほら、警察のレイバー隊っていくつもあると思ってたから、まさかよりによってな。第二小隊っていや、街ん中でもやたらめったら撃ちまくるって有名なとこだべ。そうよ。第二小隊が通った後にはペンペン草も生えないって言うわ。そんな。じい、ダメだ。相手が悪い。悔しいの。日本がアメリカと戦争をしとった頃のことじゃ。村中の金銀を徴収する命令が出ての、村中でありったけのものを提供した。ところが集めたものを引き渡す前に戦争は終わってしもうた。そこでわし、それと仙台の村長と神主が結託し、どさくさに紛れてあの欅の根元に隠してしまったのじゃ。なんでそんなことを。気の迷いじゃ。返しそびれてしまってな。その後村長神主も相次いで病死した。このことを知っておるのはわし一人になって、
わしは決心したんじゃ。村長と神主の名誉のためにもこの秘密は守り通そうとな。おい、俺はそんたらことまで聞いてねがったぞ。今度の道路工事の話が出た時にわしはこっそり掘り返して別の場所に埋め直そうとしたんじゃが、それを駐在に見られてな。だが駐在がレーバーを鬼と間違えてくれたんで、全てをタタリのせいにしてしまおうと。一人じゃ無理だと思って小遣い銭で俺を買収したんだな、きったね。買収されたもんが偉そうに言ってんじゃない。おお、これすげえ。おじいちゃん、私そのこと知ってた。なんじゃと？その話はおばあちゃんから聞いてたの。あの木は大昔から村を見守ってきた大切な木なんだって。おじいちゃんがやってきたことは悪いことだけど、欅や村にとってはむしろその方がいいって言ってたわ。だから私今まで黙ってたの。あの欅の木をなんとか助けてあげることはできませんか？東さん。うん。どうしただ？何があっただ？わかんねえ、よく見えねえだよ。おもごり様の魂がおごられたんだねえのか。なんまだなんまだ。山ですか？あります。あちらです。社の裏がそうです。ノア、聞こえるか？ねえねえ、何か見つかったの？そんなの後で教える。それよりその木持ち上げられるか？これ？うん、多分。担いで前方神社の裏山まで運んでくれ。移植する。なんと？泉さん、僕からも頼みます。私も手伝います。なんだかよくわかんないけど、欅を移植するのには賛成だよ。皆さん、ご神木は警視庁特殊二課第二小隊の方々の協力であの山の上に移植することになりました。おお、あの第二小隊がの。長生きはしてみるもんだべ。なんつったっておもごり様は村のシンボルだべや。これでこれで山鬼さんが欅を連れて山さ帰っていくみてえだ。一つだけ分かんないことがあるんだけど。あ？じいさんのレイバーとあんたのレイバーはまだ分かる。しかし彼女のあれは何なんだ？ああ、体が弱いからな、ひろみちゃん。ひろみちゃん。抱きしめてみないブー、今夜0時のバスに乗ったらみないブー、一度きりならできるはずだから。夢に引きずられ俺は汗まみれのロリ、話し相手の TV スイッチ引っ張る。明日一日は憧れた街のゴミの中、早くメインストリートに触りたいのさ。眼差しだけはいつでも上を向いてるつもりだった一つの道だから。抱きしめてみないブー、今夜0時のバスに乗ったらみないブー、一度きりならできるはずだから。みないブー、今夜0時のバスに乗ったらみないブー、一度きりならできるはずだから。寒い国から来た赤い軍用レーバードシュカ。地球防衛軍のテロリストが狙ってるって情報で特殊二課が動くことになっちゃった。公安からの内々の要請らしいけど、なんで俺とノアだけで酒田に行くんだ？後藤隊長の粋なお計らいだよ。旅行気分で行ってこいって。甘い。何か目的があるはずだ。次回上陸赤いレイバー、ターゲットロックオン。